こんにちは。皆さんはダメージ計算やってますか？ダメージ計算を行うと個別の攻撃のダメージを知ることができ、キャラクターをどのように育成すればいいのかを考える際にとても有益です。しかし、原神の戦闘では個別の攻撃のダメージだけでなく、スキルのクールタイムや元素反応などが複雑に絡み合って DPS が決まっているため、パーティーの DPS を知るためには、ダメージ計算の結果だけでなく、それらの個別の攻撃が1回の戦闘中に何回起こっているのかを知る必要があります。この動画では実際の戦闘の中で起こる元素スキル、元素爆発、元素反応などの回数を全てカウントします。その後、カウントとダメージ計算の結果を合わせることで、武器を変えた場合や、生物を厳選した場合の、実際の戦闘における DPS の変化を計算します。動画の左側に実際のカウントの結果をリアルタイムに表示しています。今回は特にバージョン 2.8、螺旋12層3魔後半、遺跡サーペントに対して、スクロース、行く秋、北斗、フィッシュルからなる、いわゆる感電スクロースがどのようなダメージを出しているのかを数えています。ここで、遺跡サーペントを対象としたのは、対象が複数だと数えるのが大変すぎたためです。また、感電スクロースを対象としたのは、私が実際に使っていて気になるパーティーだったからです。感電スクロースはダメージ計算してみても北斗の元素スキル以外、数千程度のダメージしか出ない攻撃ばかりです。しかし、実際に使ってみると、集団戦だけでなく、単体相手でも螺旋12層を星3でクリアできるほどの火力を持っています。どの攻撃がダメージソースになっているのか？火力をさらに向上させるにはどうすればいいかを調べるために、今回のカウントを行っています。カウントは手動で行ったため、数え間違いなどあるかもしれません。もし数え間違いに気づかれた場合は、コメントで教えてもらえると嬉しいです。無事に星3でクリアすることができました。では、先ほどの戦闘で、実際にどの攻撃が何回起こっていたかを数えた結果を表示します。ここで、今回のカウントでは、ほとんどダメージソースになっていない通常攻撃の回数はカウントしていません。数えてみると行く秋の元素爆発が63回と非常に多くの回数当たっていることがわかります。ここで、行く秋の剣は1本で1回とカウントしています。また、オズの攻撃回数も42回と多いです。オズは場にいれば毎秒1回攻撃してくれるため、非常に多くの攻撃回数になっています。では、早速今回のカウント結果と、ダメージ計算の結果を合わせて、各キャラクターがどの程度のダメージソースになっているかを見てみます。ダメージ計算の結果、及びダメージ計算に使った各キャラクターのステータスは動画の後半で紹介します。最もダメージを多く出していたのは行く秋で、全体の 36% のダメージを担っていました。また、次に多かったのはフィッシュルでした。今回の検証では、北斗のダメージはあまり多くありませんでした。北斗は元素爆発の使用上、単体の敵相手には火力が出しにくいのかもしれません。最もダメージが低かったのはスクロースでした。次に、攻撃ごとのダメージを見てみます。最もダメージが多かったのは行く秋の元素爆発でした。行く秋は元素スキルでも多くのダメージを出しています。2番目に多くのダメージを与えていたのはオズでした。これらの技の添付レベルを上げることで、効率よく DPS を上げられるでしょう。また、スクロースのダメージはほぼ拡散反応によるものでした。ここから、スクロースの添付レベルを上げても火力はあまり上がらなさそうであることがわかります。北斗のダメージは全体的に低めでしたが、複数体の敵がいる場合は元素爆発の長弾によって、特に元素爆発のダメージが飛躍的に伸びると思われます。遺跡サーペントのような単体ボスに挑む場合は、北斗の枠を別のキャラクターに変更するのもありかもしれません。では、今回の結果を使って、キャラクターの育成によって実戦でのダメージがどのように変化するかを評価します。以下の4つのパターンで、今回と同じ攻撃をした場合に、合計ダメージがどのように変化するのかを評価します。1つ目はスクロースの熟知バフがない場合です。先ほどのダメージを見る限り、スクロースは直接のダメージはあまり多くありませんでした。一方で、スクロースの役割として、
水力の他に、熟知バフをパーティー全体に巻くことがあります。この熟知バフが火力にどの程度貢献しているのかを確認します。二つ目のパターンはウサイ北斗です。感電スクロースでは北斗にウサイを装備させる場合もありますが、この時火力がどのようになるかを調べます。現状はキリギリが欲しくて2本引いた無効です。三つ目のパターンは全員のレベルを90から81に下げた場合のダメージです。現状、全員のレベルは90になっていますが、これが81だった場合に火力がどの程度低下するのかを評価します。最後にスクロースの生物を変更した場合の火力を調べます。現状、スクロースは元素チャージ効率の時計を装備しています。熟知の時計を厳選すべきか迷っているので、実際のダメージがどのように変わるのかを評価して、厳選するかどうかを決めたいと思います。4つのパターンでのダメージの変化を、パーセントで示します。ここで、0% は現状のダメージと同じであることを意味します。はじめに、スクロースの熟知バフがない場合は、8% 弱火力が下がってしまうことが分かりました。スクロースの枠を例えば平蔵などのアタッカーに変更する場合は、全体の 8% 分の火力を平蔵自体が出さなければ火力が下がってしまうことが分かります。次にウサイ北斗は、現状とほぼ変わらないダメージを出せることが分かりました。星5武器がない場合はウサイはありですね。レベルを90から81に下げるとダメージが 10% も落ちてしまうことが分かりました。感電、拡散はダメージ全体の約 34% を占めており、このダメージが大きく下がってしまうことが主な要因です。また、スクロースの時計を熟知に変更した場合でも、全体のダメージは 2% ほどしか変わらないことが分かりました。2% のために水力厳選は辛いので他のキャラクターを育成して遊ぶことにします。最後にダメージ計算の結果、及びキャラクターのステータスを示します。ダメージ計算において、スクロースの熟知バフは考慮しています。また、螺旋特有のバフは考慮していません。最後までご視聴ありがとうございました。今回は自分が螺旋で使っていた感電スクロースの攻撃回数をカウントしましたが、次はもう少しメジャーな、例えばライデンナショナルの攻撃回数をカウントしてみたいなと思いました。まあ、ライデン持ってないんですが、